こんにちは、サニーです。先日キャンドゥさんでね、このバースデータペストリーを見つけました。これかわいいんですよ。なんかこういうのを見るとね、刺繍したくなりませんか？それでは今日はこのケーキをね、刺繍する様子をご覧いただきたいと思います。はい、チェーンステッチでね、スポンジケーキの部分を囲いながらぐるぐるとね、まず輪郭を刺繍して、その後中をどんどんぐるぐる刺繍していく形になるんですけれども、この時に、黒い線ですね、この下絵のこの輪郭が隠れるようにね、刺繍していくと綺麗に仕上がると思います。はい、スポンジケーキの部分ができました。私はストロベリークリームにしてサテンステッチで刺しています。ここはね、チョコレートクリームにしても美味しそうですよね。お好みでね、色を変えてみてください。はい、できました。次は上の生クリームですね。ここをフレンチノットステッチで刺していきます。たくさんね、フレンチノットステッチをするときは、私はこうしてね、刺繍スタンドを使っています。普段刺繍をするときは、あっち向けたりこっち向けたりしてね、刺していくので、このスタンドは使わないんですけれども、こうしてたくさんフレンチノットステッチがあるときや、あとクロスステッチの時などはこの刺繍スタンドを使っています。とても便利ですね。はい、生クリームが完成しました。次はですね、この絞り出しクリームなんですけれども、ここをね、いちごにしようと思います。はい、このいちごの部分はサテンステッチでもいいんですけれども、少しちょっといちごがね大きいのでロング&ショートステッチにしました。はい、これで完成です。ろうそくとね、お皿の方はあえて刺繍しませんでした。こちらね、刺繍糸3色だけなんですけれども、本当にね、少し手を加えるだけでとても可愛らしくね、なりますので、よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。